皆さんお久しぶりです。また猫さんです。このチャンネルでは放射線治療に関する様々なテーマを少しずつまったりと紹介していく予定です。がん治療の一つである放射線治療について皆さんに知ってもらえるきっかけになれば幸いです。それではよろしくお願いいたします。今回は放射線の理解には欠かせない量子力学の話をしようと思います。これはとんでもない考え方が出発点になっている非常に面白い理論で、物理学の土台の一つとなっているとても大事な理論です。ちょっと常識的には受け入れられない前提から始まっていますが、今では現実世界で起こる不思議な出来事を説明するには、これを認めざるを得ない状態になっていて、逆にこれを認めることで、さらに常識では考えられない現象が次々と出てきてしまい、でもそれをきれいに説明することができる、不思議な理論です。多くの人は大学に入ってから習う内容ですが、この動画では数式を使わないで説明しますので、きっと楽しんでもらえると思います。ちゃんと理解しようと思うと難しい数学の力が必要になりますが、ここでは量子力学の面白い部分だけを数式を使わないで紹介しますので、その不思議な世界を感じてください。量子力学をこれから勉強する人や、聞いたことはあるけど、いまいちどういうものかわからないって人は、ぜひとも聞いていってください。量子論とは、とても小さいものの振る舞いを考えるときに現れる理論です。パンは何からできているのかな、木は何からできているのかな、雲は何でできているのかな、など、ものをとにかく小さく分けていったときに初めて必要になります。昔の人々は様々な自然現象を手で触ったり目で観察したりして、その仕組みを理解しようとしてきました。アリストテレスはどんなものでも分けていけばいずれは火や水、と、風のいずれかになる、と考えました。星の並びには意味があると考えた学者もいて、星座に綺麗な名前や神話をつけました。朝には太陽が東から昇り、西に沈むので、世界の中心には地球があって、すべての天体はその周りを回っているんだと考えた学者もいました。この世はとても美しい仕組みが組み合わさってできているので、それが偶然に成り立っているとはとても思えず、そこには必ず何らかの規則性や法則性があるのだと考えました。しかしある日突然、人々には予測できない大きな自然現象が起こったりもします。昔の人は法則性がわからない現象は全て神様の仕業だと考えました。神様が起こしたことであればしょうがない。人々には理解できないようになる考えがあって、この現象が起きたに違いないと考えました。しかし一部の人々は考えることをやめませんでした。いずれ数学が発達して、科学が発達して、望遠鏡や顕微鏡などの機械が発達してくると、今度はいくつかの現象を観察し、数式で表現して、次にどんな現象が起こるかを予測し、前もって言い当てることができるようになってきました。自然現象を理解するための物理学はそんな学問で、本格的に研究され始めたのは16世紀頃の話です。なぜリンゴは木から落ちるのか、なぜ月は毎日形を変えながら空を移動しているのか、波とは何か、熱とは何か、電気とは何か、磁石とは何か、それらが全て、一つずつ解明されていきます。19世紀に入る頃には、目に見える現象のほとんどが数式で理解できるようになります。物理学を使えば、崩れにくい大きな建物を建てることができるし、次にいつ日食が起きるかを当てることができるし、大砲を狙った場所に当てることができるし、飛行機で空を飛ぶことができるようになります。物理学によって、この世のほとんどの現象が解明されたかに思われました。しかし実は19世紀までの物理学ではどうしても解明できないことが2つあります。ものすごく速い世界と、ものすごく小さい世界での現象です。そこで起こる現象はこれまでの物理学の予測とは違う結果になってしまうのです。なので、そんな極端な世界でも成り立つために物理学を進化させる必要があります。ものすごく速く動く世界を理解するための理論を相対性理論と言います。そしてものすごく小さい世界での現象を理解するための理論を量子論と言います。小さな世界をしっかりと物理学的にまとめたものを量子力学と言いますが、量子論はそれも含めた理論全体を指すことが多いようですので、ここでは量子論と量子力学の言葉の違いはあまり気にせず進めたいと思います。量子力学は小さなものの世界で起こる現象を予測するための物理学です。そこから現れる不思議な現象を一緒に見てみましょう。
ということで、今回のテーマはこちら。ででん。小学生でもきっとわかる。量子力学。その1。量子力学の面白い世界をたくさんの人に知ってもらいたいですが、雰囲気をつかんでもらうために、あえて数式を出す場合もあります。雰囲気ですので、いまいちわかりにくかった時は、そこは飛ばしてもらって大丈夫です。ではレッツゴー。大昔から解明したい不思議な自然現象の一つに、光って何だろうという疑問がありました。蛍光灯が明るく光るあの光です。17世紀、偉大なニュートン先生が物理学を作っていた時代でさえ、実は光の正体についてはあまりよくわかっていませんでした。皆さんは光の正体って知っていますか？光はまっすぐ進む性質があります。意味なく途中で曲がったりしませんよね。これを見てニュートン先生は、光は小さな粒の集まりだ、と考えました。光は小さな粒でできていて、小さな粒はひたすらまっすぐ飛んでいきます。この粒の集まりを粒子と言います。一方でほぼ同じ頃、いやいや、光の正体は波ですよ、と考える人もいました。海の表面がうねうねとして、海岸線に当たるとザパーンとなるあの波です。その代表をホイヘンス先生と言います。なぜそんなことを考えたのか。それは光が起こす現象をよく見てみると、波が起こす現象の一部と同じであることに気づいたからなのです。その現象を屈折、外折、干渉と言います。屈折とは光が別の物質に入ると、曲がって進む現象のことを言います。コップの中に箸を突っ込むと折れ曲がって見えるのは屈折のせいです。外折とは光が狭い隙間を通るとき、壁の影になっている部分にも回り込んで進むことを言います。スマホの電波がビルの影でも受信できるのは外折のせいです。干渉とは波同士が重なって、強め合ったり弱め合ったりすることを言います。強め合うと波が大きくなり、弱め合うとへこんだ波ができます。打ち消し合って波が消えてしまうこともあります。光が波であることが明らかになった有名な実験があります。ヤングの実験と言います。光をついたての左側から当てたとします。このついたてには小さな穴が開いていて、そこから光は漏れます。漏れた光はもやもやと拡散し、壁の裏にも回り込みます。つまり、外折しています。その先にもう一つついたてを立てておいて、それには二つ穴を開けておきます。一つ目の穴を抜けた光は広がっていって、二つ目のついたての穴を抜けて進んでいきます。二つ目のついたての先にスクリーンを置いておくと、そこには二つの穴から抜けてきた光が到達しますが、光が強め合う部分と弱め合う部分が観測されました。つまり、干渉しています。こんな感じで光が外折や干渉をすることが明らかになり、ヤングの実験によって、光には波の性質を持つことがわかりました。光は外折や干渉をするから、波の性質を持っていると言えるんです。他にも光は波だ、と発見した人がいます。マクスウェル先生です。マクスウェル先生は電気と磁気の研究をしていました。そして振動する電気と磁気は波として空間を伝わっていくことを見つけました。これを電磁波と言い、これは光そのものであると考えました。そんなわけで光は波だ説がかなり優勢になっていきます。果たしてこのまま行くのでしょうか？ところで、光の正体暴きの話はちょっと置いといて、こんな発見をした学者もいました。ドイツのプランク先生の話です。こんなことを考えます。今、真っ黒いボールがあるとします。これを黒体と呼んでおきます。この黒体には、外から熱を与えて温めることができます。一方、外から光や熱を当てても、すべて吸収してしまい、全く反射しません。黒だから。そんな究極に真っ黒いボールの話です。この状態で黒体を温めていくと、何と光が出てきます。黒体は外からの光や熱が反射するので、この光は黒体から出ていることになります。光の色を観察すると、色と黒体の温度に関係があることがわかりました。プランク先生は黒体から出る光と温度の関係式を作りました。この式を使うと、黒体の色を見るだけで、温度計などを使わなくても黒体の温度が計算できるようになります。色と温度を関係づけるこの式を、プランクの式と言います。ただこのプランクの式、一つ困ったことがありました。この式を使えば、黒体の色と温度の関係は確かに明らかになるのですが、
ではなぜその式によってその関係性が成り立つのか。その式はどこから出てきたのか。その式でなくてはダメな理由は何か。その根拠が説明できなかったのです。プランク先生は同じ時期に研究が進んでいた。熱力学、統計力学といった物理学を使って、この式が確かに国体からの光を説明しているんだという根拠を研究していきます。そして一つの結論を導き出します。それはこの国体の問題を解決するには、熱した物体から出る光は連続ではなく、飛び飛びの値を持った小さなエネルギーの塊に分けるしかないということです。エネルギーというのは一連のつながったものではなく、小さな粒の集まりだということです。国体から出る光のエネルギーは自由に好きな値を取れるわけではなく、ある小さな値の整数倍になっている必要があり、一粒の粒子がその小さな値を持っているとすると、あとは何個の粒が飛び出ているかだけの問題になります。その小さな粒のことを量子と呼びます。さて、話を光の正体は何だの問題に戻します。時を戻そう。ドイツの学者、アインシュタイン先生は、光電効果の研究をしていました。金属の板を2枚並べておき、電源をつなげます。この時、2枚の金属が離れて置かれているので、電流は流れません。そして金属の片方に光を当てると、突然電流が流れ出すことがあります。これは金属の中には電気を運ぶものがたくさん入っていて、今ではそれを電子と呼びますが、その電子が光によって金属から弾き飛ばされ、もう一方の板に到着するから、電流が流れるのだと理解されました。これを光電効果と言います。ところが、ここで不思議なことが起こります。金属の中から光が電子を弾き飛ばすのなら、もっと強い光を当てると、もっと勢いよくたくさんの電子が弾き飛ばされて出てくるような気がします。強い光を当てているのですから、勢いよく電子が飛び出てくる気がするじゃないですか。しかし実際には、そうはなりません。電子を弾き飛ばすのに必要なのは、実は光の色なんです。紫色の光を当てると電流が流れ、光を強くするともっとたくさんの電流が流れます。しかしここで光の色を赤い色に変えると、電流は流れなくなります。もっともっと光を強くしても、一向に電流は流れません。電子を弾き飛ばすエネルギーに関係しているのは光の強さではなく、色なんです。エネルギーに関連しているのは色なのです。ここで先ほどのプランク先生の研究を思い出します。プランク先生の国体を用いた研究から、国体の色と温度を関係づける式を説明するには、エネルギーが粒である必要がありました。これを量子と言います。そして光電効果の観察からエネルギーは光の色に関係し、強さには無関係でした。もし光が波であれば、波もエネルギーを持っていますが、それは光の色、正しくは振動数と強さの2乗に比例しますので、光電効果の結果と矛盾します。一方、光が波ではなく粒であったなら、粒はエネルギーが金属板の中の電子に移ったと考えられるので、光電効果の現象の説明がつきます。エネルギーが低い光は赤く見え、エネルギーが高い光は紫に見えるということです。これはプランク先生の実験からもわかります。赤い光が光電効果を起こさないのはエネルギーが低いからと考えられ、赤い光をいくら強くしても光電効果を起こさないのは光は波ではなく粒子だったからだと考えると辻褄が合うのです。このようにして光はやはり波ではなく粒子なのだとなりました。この光の粒のことを光子と言います。ちょっとごちゃごちゃしてきたのでまとめましょう。1600年代のニュートン先生は、光はまっすぐ進む性質があるから粒子だと思いました。同じ頃ホイヘンス先生は光が屈折や解説する現象に注目して波だと考えました。1800年代のヤングの実験では光が干渉することをきれいに証明し、波である可能性は高くなりました。さらにマクスウェル先生は電磁気学の分野からも光が波であることを証明しました。しかし1900年代、アインシュタイン先生の光量子仮説によって粒子である可能性が再び浮上しました。で、結局どっちなんだいって話ですよ。アインシュタイン先生の説が出てきたからといって、ヤング先生の実験が嘘だったことにはなりません。また光の屈折や反射や、
光が波だろうと粒子だろうと起こります。どっちが正しいんですか？マクスウェル先生の説とアインシュタイン先生の説のどちらを信じますか？歴史上の先生たちはどちらの説を取り入れたのでしょうか？現在の解釈をご紹介しましょう。それは、光はある時は波として振る舞い、ある時は粒子として振る舞う、という解釈です。嘘と思いますよね。思いますよ。私は思いました。なんだそりゃ、と。光は波でもあり、粒子でもあるんです。私たちが光をどう観察したかの状況によって、光に見える場合もあれば、粒子に見える場合もある、ということです。いいの？そんな適当な考え方でって思いました。私は思いました。ただよく考えてみると、見る方向を変えると違うように見えることがたまにあります。例えば円錐を想像してください。円錐を真横から見ると三角形に見えます。真横からしか見ることができない世界線に住んでいる人がいれば、円錐は間違いなく三角形です。次に下から見ることしかできない世界線の人に言わせれば、円錐は円形に見えます。そして三次元空間がわかる私たちには、円錐は円錐であって、三角形でも円でもありませんよね。見る方向を変えると違うように見える現象は実は結構あるんです。光も同じようなものかもしれません。光を解説させるように観測すれば波として見えるし、光電光化させるように観測すれば粒子に見えます。実体は光ですが、ある時は波に、ある時は粒子に見えます。そう考えると、そもそも光とは波でもなく、粒子でもないのかもしれませんね。ともかくこのように、光が両方の性質を同時に持つことを、波と粒子の二重性、と言います。光は波か粒子か論争を延々とやってきました。そして波であって粒子であるが、実はそのどちらでもないかもしれないという、何だか腑に落ちたような落ちないような、曖昧な結果になりました。でもこれが、これから学ぶ量子力学の出発点になります。今回は長くなったので、ここで動画を一回切らせていただきます。これまで波だと思われていた光が、粒子の性質も同時に持つことが分かりました。逆に今度はこれまで粒子だと思われていたものが、波の性質も持つことが分かるようになってきます。粒子を波のように扱って、波のような粒子が持つ性質を調べたのが、量子力学です。次回は量子力学の内容と、それによってわかる不思議な現象について紹介しようと思います。今回の動画は以上になります。このチャンネルでは、こんな感じで放射線治療に関する様々なテーマを少しずつまったりと紹介していく予定です。この治療法をより多くの人に知ってもらいたいという気持ちだけで作っています。この活動を応援していただける方がいましたら、ぜひともチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。